はい、今日は、はい、オールシティのお話をパイセン2人とやっていきたいと思うんですけども、チャートの感じでね、はい、やってみたいんですけど、今回はこのオールマイティスペシャリストっていうのと、あと気になる漠然としてるけど、漠然としてるよしまくってる。なんで大丈夫かな、いける？途中で変える可能性もあるよね。ここ変わってる場合もあるね。あるね。ちょっとこれはもう思いついちゃうかもしれない。はい、そうですね。じゃあ早速金子さんやっていきましょうか。いいの？いきましょうか。じゃあいきます。1台目。1台目。何出るかも。ババンミスターピンク。おお、いいね。これはあれですね。いいね。ロードベイクですね。ロードバイク。ミスターピンク、これいつ出たの？なんかいつ出た？でも結構レガシーめのやつですよね。ギアードやり始めてすぐそうだね。でもあれ今でも出てるよね。一応ね。ミスターピンクは生産もう最後のこの終わっちゃいました。あ、そうなんだ。ジグザグになっちゃう。欲しい。まだギリギリ。まだギリギリある。店にあるよね、確かに。あります。代々木に55がありますね。いや、乗るねえわ。俺そのオルシェのジェフの家行った時に聞いたんだけど、その始まりはジェフがトラックバイク乗ってて、俺が乗りてえトラックバイクがないのと、あとマジでその時期にやっぱポキポキ壊れちゃったりとかするし、あとそのジェフがいる町もサーリーと同じくミネソタ州っていうところ、ミネアポリスにあって、やっぱ雪降るし路面も荒れたところあるから、それでトラックバイク走るの大変だっつって、なんか作りてえなって言ったのがきっかけでトラックバイクから始まるんだよね。そうですね。そうでミスターピンク俺覚えてんだけど、トラックバイクのイメージだったオールシティだったんだけど、急にギアードのバイク出すんだよね。そうですね。ミスターピンク、マッチョマン、スペースホースだ。その3台が出たうちの1つ、はい、そうです。レガシー品番です。レガシー品番ね。これはどう？オールマイティスペシャリスト。俺もここだと思うんだけど、割とスペシャリスト寄りじゃないですか。ちょっとやっぱオールシティの中では確かに細いタイヤで、でもちゃんとフェンダー作っていいですよね。確かにね。これ何？気になるとか、これ気になるってここに置かれたやつめちゃくちゃかわいそうじゃん。どうしよう。気になる度合い俺どうですか？でもね、俺そのレガシー品番っていう意味ではもうここだね。確かに。そう。ありがとう系。今そう。ありがとう。今もうロードバイクがさ、ディスクロードになっちゃったじゃん。はい、ぶっちゃけ聞いたのはそっちなんだけど、でもなんかその古き良きロードバイクとの良さをこう比較したいみたいなのがある、ってなった時に俺そこにいちゃうかもしれない、けどそれは俺の意見だから動かしてどう？なんですかね。まあでも僕は納得してます。ありがとう。ありがとう系？ありがとう系なんで。なるほどね。そう、ミスターピンクもめちゃくちゃこれいいんだよね。めちゃくちゃ話長くミスターピンクの話長くなったんだけど、もともとはその時の最新企画だった BB のね企画だったのね、プレスフィットだっけ？プレスフィット30って言って、クランクのシャフトの径が30ミリか。だから合成感を高めるための、ロードバイクコンポで、それをいち早く黒森フレームで取り入れたのが俺ミスターピンクだなっていう認識で、しかもめちゃくちゃいいのが32C まで履けるのと、これ俺サーリーの時にスペーサーでも言ったかもしれないけどフェンダーダボがついてる、で、ぶっちゃけその時ペーサーとミスターピンクいてどっちも同じバイクやんかっていう風になってて、その時はもう思ってたんだよね。でしかも色もミスターピンクの方が真っ青だったの。真っ青の白の胴着だったで、なんかそれだったら俺普通にペーサーの黒とか乗るわみたいなのとかで、意外とペーサーが売れてたりとか、あとその時ペーサーとミスターピンクだとミスターピンクがちょっと高かった。でそれ何が理由かっていうと、めちゃくちゃ話長いんだよ。ミスターピンクが唯一この時コロンバスのチューブ使ってたの。てかあれでね、よくよく出てくるオールシティのフレームの中でも、結構パイプ選び、そうですね。その後もゾナとか使ってます。そう結構こだわってるやつがいて、で確かだけでオールシティの中で一番最初にそういう風にこだわった品番のやつ使ったのが確かミスターピンクだったのではと思ってます。もしかしたらネイチャーボーイゾナかもしれない。そうですね。ゾナありました。ゾナパイプが今でこそ
独自のパイプ使ってますけど、そうだねなんだっけエースチューニングエースとかそうですね。確かに気をつけて分かった次行くかあ、テンスのカーボンフォークの話もしたい。あー確かにそれいっちゃうあとミスタ来てもらうーピンクだから結構最初からギアで作り始めた時からあったんですけど、あんま正直パッとしなかったそうなんだよねイメージがあって、後々出てくるけどねそうですいろいろねね。で、ミスターピンクあれなんでカーボンフォーク入ってましたっけ？オールシティ10周年だよねあれ俺ミスターピンク10周年いや、あっちの10周年トリコロールカラーが先ですよね。そうですね。あれでテンスのあれでしょエディ・ミルクススプラのッシュみたいなモトローラのペイントのやつでしょスプラッシュがテンスなんですよ。ああなるほどねあれじゃあ LTD じゃないただのリミテッドで出したのですね。そうでそうそれにはウイスキーのカーボンフォーク入ってがますねまあやっぱペイントのかっこよさとか、そうねオールシティどの車種もペイントすげえ凝ってますけど、オールシティはあれなんでねそのバイクまあもう後でしょ後でしょこれもういい次はい次。あ俺ビッグブロックビッグブロックですね。もうこれ元祖元祖ですね元祖です元祖だよねそうですね。そこがスタート。これがスタートこれがベースになったのがマリノーニっていう確かミネアポリスのカナダかなカナダのだった気がハンドメイドビルダーさんがいて、そのバイクをジェフが乗っててそれをベースに作られたのがビッグブロックっていうふうに言われてます、はい、これも、ミスターピンクとねほぼ一緒なんでね 32C でキャリパーブレーキ、そうの、まあ、ミスターピンクのシングルみたいに思われちゃったりするかもしれないけどもうビッグブロックは正真正銘トラックバイク派生のバイクそうですねバイクだからめちゃくちゃいいよこれ本当にあれだシングルフレームだったら俺やっぱスチームローラーが一番好きだし、はい、本当みんなに乗りやすいよって言えるけどもしも俺やっぱヒリヒリしたバイク乗りたいんですよねとかって言われたらマッシュスチール、はい、かなんだけどマッシュスチールちょっと俺ブレーキあれなんですよねなんか V ブレーキじゃないんですよねとかっていう人がもしいたとしてねいたとするならば、もうじゃあもうこいつでしょバンキャリパーブレーキでまあ言うてこれ難しいですよね。まあこれもここだよいやダメだなんかそうするとなんかもう介護官みたいになんない大丈夫結構真ん中だと思います。気になる度合いいやまあ数多く組ましてもらったしまあねまだ気になる35入ります。お客さんに35。まあそれやったね確かにあ、いけるんだ。結構もう最終的に今めちゃくちゃオールシーにハマってるんでいろいろ乗った後にちょっと結局僕トラックバイク好きなんでちょっと行きたいなっていうのがあるんで結構こっちかも。あなるほどまだ乗らないよまだ乗らないけどあれね自分が気になるってことね僕的に言うとここら辺でちょっとおじさんになってくるとシングルトラックがきつくなってくるんだよな子供子供もうすぐ1歳です。あいいっすねありがとうございますちょっとねこのピーキーさがね疲れちゃうあそうか俺こそ本当僕カーボンフォーク入れてもいい確かにね確かにウイスキーのカーボンフォークよりめちゃくちゃいいよねこれトラックローでも全然ねトラックローでも見ますね。そして見るもんね BB 高いから BB 高いそう BB 高いんだよねすらなくてこれなかなかいいんだよな黒森フォーク競輪のフレームとかに比べると硬いんだけど、でもなんか例えばアルミトラックとかに比べたら全然柔らかいし、なんかね締めるとこ締まってるいいバイクなんですよ、あとエンドかっこいいエンドかっこいいエンドかっこいいヘルティンブリッジねミネアポリスの代表的な橋がじゃあ一応まあ真ん中にしよっか真ん中にしときましょうなダンカンのあれもなしてな個人的には非常に気まあになるぶっちゃけあれだけどねおっさん乗ってもらってほしいけどね俺はそんなひよったダンカン見たくない俺次行きますはいもうさっきから反対だサンダードームですサンダードームだこれはこれねもうもう一番これもうここだよ飛び抜けてスペシャリストですよね。気になる気になるは気になりまますけどあ気になるよね俺もね気になるんだよね俺ね結構気気になるっていうかもう乗りたい乗ってみたいちゃんと自分で乗ったこと実ないですよね。際そう乗ったことないんで持ったやついないんだよなカリカリですからだって UCI こいつ持ってたらオリンピック出れるんですよ確かにね確かにねっていうのが気になるまあいやちょっとこれ後で絶対動くから絶対動きます絶対動くからここでねなんて俺だってそしたら俺まあいっか後でなサンダードームはね、そうさっきダンカンじゃねえや
トミー言ってくれたけど、その UCI って言って世界の自転車競技の企画を通ってるんだよね。よくヘルメットとかにかかってるよね。そうですね。であれかな、トラックバイクで、ビッグブロックはこれ32シートかけるんだけど、もう25シートかな、もうちゃんと正統派のトラックバイク、カリッカリですね。そうカリッカリの、だからもう本当にトラックドロップつけて、競輪のバンクみたいなやつ走るのにめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいっていうかめちゃくちゃ適してるバイクでしかないみたいな。あれオールシティ唯一のアルミだね。アルミですね。カーボンフォークにアルミ。そうだね、今まで出てないもんね。そうだね。だから結構不思議だよね、なんかね。それがポンってあるのが、これジェフなんで作りたかったんだろうね。なんですかね。思えば。結構海外のメッセンジャーとか乗ってる人多い。乗ってる。あとポンチ。モンチさんも東京だとモンチさん乗ってるし、乗ってたじゃない。もう今乗ってるぐらい。メッセンジャーじゃないですけど、レオさん、クラストのフラミンゴのフレームのレオさんもそうなんだ。レオさんがレオさん。はい。俺そこ置いちゃったけどいいの本当に。まあ一回で動かすか。動かしましょう。じゃあ次。はい。さっきからもう反対だね。こうしたらいい。はい。ネイチャーボーイディスク。ネイチャーボーイディスク。これレジェンドだね。レジェンドっていうかもうレガシーだね。これもそうですね。ミスターピンクと同じく。そう。それこそもうこれさ、元祖トラックロって言っても過言ではないバイクかなと思う。だし、あれか、ネイチャーボーイかっこディスクってやるけど、これもともとカンチだったね。カンチでした。はい。そうだよね。130ミリカンチだったよね。そうだよね。そう。これは SSCX だね。これがそれこそビッグブロック出て、でその後にね、そのオールシティのジェフっていうのがさっき言ってたけどトラックバイク超好きでビッグブロックを作ったんだけど、トラックバイクムーブメントっていうのがその時すごいいろんな変化があって、トリックとかをめちゃくちゃする子たちが増えた。ご多分に漏れず我々もそうだったんだけど、それでそのタイミングってめちゃくちゃいろんなフレームメーカーさんがトリック用のフレームを作ってたんだよね。なのでなんだっけ、なんちゃらウルフとかデフウィッシュとかなんかそういうね、いろんな後継機お孫さんたちでいっぱいいるんだよね、そのトラックフレームが。そうですね。でそれをやっててオールシティ、あれこれ大丈夫かなとか大丈夫かななんて俺はもう正直もう今事故だと思って言っちゃうけど、大丈夫かなとかって思った時に出たのが確かこれだったと記憶してます。ネイチャーボーイ。ネイチャーボーイと、後に出てくるマッチョマンのやつだよね。そう。クロスを作ったし、ギアード作ったし、おおってなってそうだよね。そう。シクロクロスやんだっつってね。これはね、ごめん、こんなこと言っちゃいけないけど、やっぱちょっと今気になるかどうかで言ったらちょっと違うかもしれないね。もう散々組んだし。そう、散々組んだし。でもなんかこっから見えてくるものもいっぱいありそうだなっていうのが正直。そこからのね、こう派生がそうだし、これを今持ってる人たちがどういう風に組むのかっていうのも気になるし、これ今ディスクのだけの話だけどさ、これ今650の 40B とか700の 38C とか書いてあるけどさ、チュヤン君昔やってたんだけど、700のフレームに650の48とか履かして組んだりしてたので、それめちゃくちゃかっこいいなと思ったのね。し全然履けてたしだったから、なんかそういうのでいろんな組み方まだまだ全然見つかりそうだなっていう意味での気になるっていうので、ここでいいですか。でも意外とラックダボとかついてるのもうちょい。確かに U11。確かにな。ってことはこうなると。こうなります。そうですね。そうだね。そう。フェンダーはもうマストで。確かにフェンダーつけれるもんね。フェンダーだもんね。これラックがつけれるんだよね。そう。どう？いいですか？スキピ。ちょっともう一回混ぜていい？なんかこれ。はい。こいつマジスーパープロフェッショナルでね。そう、文字通り。そうなのめちゃくちゃ好きで、これもうごめん、トミーに話してもらおう。はい。これはもう本当に好きで、好きだから乗るのやめましたね。なんかこれしか乗らなくなっちゃいそうで怖えなと思って。なるほどね。